ワイド、ゾーン、中央固定、スポットスモール、ミディアム、ラージ、拡張スポット、トラッキングスポット。ソニーのカメラにはたくさんのフォーカスエリアがあります。そしてフォーカスモードもシングル AF、AF 制御自動切り替え、コンティニュアス AF、DMF、マニュアルフォーカスとめちゃくちゃいろいろあるんですよ。こんなんさ、誰がわかんねん。というわけでどうも皆さんこんにちは、あきやです。今回はですね、ソニーのオートフォーカスをもう完全紹介していきたいと思います。はい、来ました。今日もね、なみちゃんが来てくれてます。はい、なみです。こんにちは。こんにちは。なみちゃん、僕ら散々ソニーのカメラ使ってるんですけど、まあちょっとオートフォーカスをね、設定めちゃめちゃできるんですよ。まあなみちゃんもソニーのカメラね持ってるもんね。持ってます。何のカメラでしたっけZVマーク1、2。マーク1マーク2、1マーク2やね。はい。とかを使っていて、こんなんあるけどさ。正直全然わからないよね。わからない。ね、何もわからないよね。はい。ソニーのオートフォーカス非常に優秀というふうに言われているんですけれども、実際にできることもめちゃくちゃあるし、正確性っていうのはめちゃめちゃいいんですが、ほんまにポテンシャルを引き出せているのかって言われると、結構カメラ任せにしてる方も多いんじゃないかなと。正直僕もカメラにめちゃめちゃ頼ってました。で、この動画を作ろうと決心してからめっちゃ頑張って勉強したんですよ。めちゃくちゃ海外のねものとかも調べて、このためにやったんだっていうのもすごくあったので、今回は写真と動画を撮影するときにこういう風に設定するとこういうような撮影ができますよっていうのを全部ねご紹介していけたらなというふうに思っています。で、実際に僕普段ですね、ソニーのカメラでも、たくさんの作品を作っておりまして、写真だったらねこんな感じで撮っていて、よくねなみちゃんのことも撮ったりはするんですけど、本当に瞳にね絶対的にピントが合うっていうのはあるし、結構ねちゃんと設定をして撮影をすればこんな写真が撮れたりしますと。で、動画に関してもですね、僕はもう基本的には全てソニーのカメラではオートフォーカスを使っていて、特にシンガポールのね動画とかも楽しかったよねあれ。はい。あれも全部ねオートフォーカスが優秀だからこそあんだけのフッテージを撮れたりとか、言うて撮影は3日ぐらいしかなかったんですけど、結構いろんなシーンでのね、撮影が、しかも単焦点レンズっていうね、よりピント合わせるのが難しいようなレンズでも、バンバンソニーであればピントが合っていくので、これだけ綺麗に撮れるということがあったりするので、こういった撮影ができるようになりますので、ぜひね皆さん今回の動画も最後まで楽しんでいただければなというふうに思います。じゃあやっていきますか。はい、というわけでそれではね早速今から解説をしていきたいなというふうに思うんですけれども、まず押さえておくべきポイントは2つあります。それがですね、フォーカスモードとフォーカスエリアですね。この2つがかなり重要になってきますと。今回は僕は α7M4 というねソニーのカメラでやっていきます。最近のソニーのカメラは基本的には通ずる部分が多いと思うので、ぜひね皆さんお手持ちのカメラとね一緒にやってみてください。今ねなみちゃんの顔に四角の枠がありますね。で、半押しすると瞳に枠がいってますと。で、これはソニーのカメラで設定で出すことができます。フォーカスの3番の顔瞳枠表示を切りにするか入りにするかでこれが変わってくるんですね。なのでこれを使ってあげると非常にいいと思います。まずはフォーカスモードから見ていきたいんですけれども、ファンクションボタンですね、 FN のボタンから入ってもらって、こんな感じで、ここのメニューが出ますね。で、ここからフォーカスモードを選ぶことができて、こっちがフォーカスエリアとなります。フォーカスモードから解説していくと、これシングル AF というものですね。で、これはソニーのカメラとかじゃなくてもほとんどのカメラでそうなんですけど、このモードの時はシャッターボタンを半押しするとこのように緑になります。この半押しをしたところからピントが動かないんですよね。なのでちょっとなみちゃん前に来てくれる？ほんならなみちゃんにこれピントが合ってないんですよ。わかるかな？で、さっき合ってたところに合ってるんですね。なのでもう一回解除してもう一回押すと今のところに合うと。でもうちょい近づいてきてくれる？ほんなら他はまた合ってないみたいな感じですね。で、これは他に人が通り過ぎたりした時も一緒で、もうここのところに決まってるので邪魔をされてもここに合うという感じになってる。なのでこれは風景写真を撮るとか、このようにねカメラを固定して撮影する時に使えるようなものになっています。で、これの注意点としては、このピントの位置が距離で決まるんですよ。なので移動しちゃうとピントが合わなくなるんですよね。なのでカメラのピントが合わなくなっちゃうんで、これはね自分があんまり動かないようにした方がいいというところのモードになっております。ではですね、次こっちに行きます。さっきこのコンティニュアス AF というものに行きますね。これが AFC というもので、僕はこれをね一番愛用してます。っていうかね、動画これしかほぼないんですよね。一部除くカメラはね、AFS しか使えなかったりするんですけど、基本はコンティニュアス AF が、動画とかもそうだし、動くものを撮るときはこれが基本的になってきます。コンティニュアス AF っていうのは半押しをしてる間はもうずっとそれを追いかけてくれるんですよ。なのでなみちゃんちょっと移動してみて、そうとか前に来てくれたりとか、こんな感じで、っていう感じで綺麗にね、ずっと追いかけてくれますと。
これが、コンティニュアス AF になります。なので動くものを取るときはもう基本は絶対にコンティニュアスにしてあげた方が、僕はいいかなと思いますね。ただですね、これちょっと注意点もありまして、この半押しをしてる時に前に何かが通ったりすると、例えば乗り物とか電車とかそういったものが通っちゃうとそっちに合わせちゃうんですよ。っていうのが、妨害的な感じで拾っちゃうので、それはね注意してください。なのでナミちゃんが固定で何か前が通っていく、例えば道路を挟んでるようなシーンとかではもうシングルの方がいいと思います。もうナミちゃんだけに合うからっていう風にすることができるので、まあ使い分けですよね。本当に前に何かが通るのであればそれをね、回避してあげてほしいなと思います。というわけで次がですね、こっちの AF 制御自動切り替えっていうのがあって、まあこれがね一番ハイブリッドなんですよ。要はですね、これ自動的に AFS と AFC を切り替えてくれるんですね。なのでこのようにナミちゃんが止まっていたら AFS が発動するんですけど、例えばナミちゃんが動き出したりすると、はい、こんな感じでそれをね感知して、しっかりとそっちに合わせてくれると。それでピントが合うので、まあ、これが一番いいところ取りですね。なんで、こっちがまあ一番ね、使えるカメラであればこれをね使っていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで続いてがですね、この DMF というものです。これはですね、シャッターを半押ししたところからマニュアルリングをいじるとこうやってピントをね調節できるようになるんですよね。なので、マニュアルフォーカスで自分で位置からねブワーって合わせていくよりも、一旦合わせてあげてそこから自分の好きなところに持っていくみたいな、ちょっとぼかすとか、よりね後ろに合わせるとか、そういったことができるので、一旦ピントを AF で合わせるんだが、そこから細かなものを自分で合わせることができます。例えばちょっとねこの下に今いろいろとあるんですけど、こういうところのタンポポとかね、はい、ここに合わせようと思ってここに合わせるのか、もうちょいこっち側に合わせようと思ってこっちに合わせるのかとか、やっぱ手前がいいなと思ったらこう手前に合わせるとか、なのでね全体にピンを合わせるっていうよりも、遠くのあっこに合わせたいんだなみたいな時はもう一旦あっちに合わせてそこから微調整していくみたいな、そういった使い方ができるので、この DMF はすごくね僕はよく使っております。で次このマニュアルですね、この MF マニュアルフォーカスに関してはもうこれはほんとシンプルですね。もうこれはもう半押ししてもピントが来ないので、このまま自分でピントを合わせていくという風な形になっております。この手元にピントが合うで、ここにしてあげるでシャッター切るみたいな感じのものになります。それではですね、続いてフォーカスエリアの方をね見ていきたいなというふうに思うんですけれども、もう本当にねこれもいろいろあるんですけど、まずワイドから見ていきたいなというふうに思います。このワイドはですね、このもうモニター全体で被写体を検出をして、そこの動いてるものとかにピントを合わせてくれるみたいな、そういったモードになるんですね。このフォーカスエリアっていうのはどこの部分を合わせていくかっていう話になるので、モニターに映ってる情報のどこにピントのこの挙動を感知させていくかっていうような、そういったところになってきます。なので全体にしておくと、このようにちょっと移動していったとしても、ナミちゃんがね横とか、はい、どこかに行ったとしてもモニター全体の検知をしているので、これは非常にすぐに合ってくれますと。ただですね、これは複数人がいたりとかするとちょっとね、混乱してしまったりするので、情報量がめちゃくちゃ多いところ、もう本当に人混みの中とかではすごく難しいものにはなってきますと。で続いてがこのゾーンですね。これはですね、このちょっと枠が出てますよね。この枠の中、この9つの枠の中から、エリアをね決めることができますと。でこの枠の中の範囲だけで、検出をねすることができるので、例えばナミちゃんがこの枠の中にいたら検出できるし、でもナミちゃんがこの枠の中にいない場合、ちょっとこっち行ける、こういうふうにいない場合だったら検知ができないんですよね。はい、どういうふうに半押しをしても、はい、ナミちゃんにピントが来ません。この枠に入らないと、はい、ナミちゃんにピントが来ないので、こういったねものになります。逆に言うと、ナミちゃんがいるけどナミちゃんにピント合わせたくないみたいな時は、この枠から外してあげるとそっちにピントが合うみたいな形になってきます。でそしてですね、次が中央固定ですね。でこれはねもう完全にもう中央だけでピント合わせるので、僕のようにね人物写真とかを撮る時にもう中央ばっかで撮るタイプの人とかはもう基本これでいい気がしますね。これでナミちゃんが中央にいればここでピントが合うので、ナミちゃんがちょっとでもずれていくと、はい、もうピントが合わなくなってくるんで、この中央の部分しか合わないので、はい、ピントが来た時に合うという感じですね。で次がスポットですね。これスモール、ミディアム、ラージとスポットの大きさを決めることができますと。これだったらスモールで、これだったらミディアム、そしてラージという風になります。でこれに関してはですね、ゾーンと結構似てるんですよ。ただゾーンっていうのはもう9つのゾーンだけで選ぶので、より広くエリアを決めるのがゾーン、もっと細かくいきたいっていう方はスポットがおすすめかな。僕はスポット使う時はミディアムでやってますね。でこれはですね、例えばナミちゃんがこっちに、
はい、いない時にここに普段ありますよね。でここで、なかなかピントが合わへんなみたいな時にこのジョイスティックですね、カメラのジョイスティックでスポットを持っていけるんですよ。こんな感じで。なのでこういう風に特定のね場所だけを、後ろの建物とかも撮れるし、手前のこの辺とかも合わせることができるので、これはね、結構便利だし、これもどのカメラにもあるので、スポットは是非ね使ってみてください。はい、そして次がですね、拡張スポットですね。またわけのわからへんものが出てきましたね。これがですね、ちょっとね便利なものなんですが、ちょっとねこのスポットの中によりこう広めのちっちゃい枠が入ってますよね。これがですね、要はちょっと緩く検知してくれるみたいな、拡張してくれるものになるんですよ。なのでこの辺でもはい合うみたいな感じになるので、拡張スポットにしておくとよりねそのちょっとだけ広範囲でねさらにこうピントをね合わせることができたりするようになっています。これぐらい、スポットの位置は結構後ろだけど、これぐらいやったらナミちゃんをねこう検知してくれるので、外すことがないみたいな、これが拡張スポットになります。はい、そして最後はですね、トラッキング拡張スポットというものになります。これはですね、コンティニュアス AF ですねだけになるんですけど、これの場合のみ使えるんですが、これがですね拡張スポット、これを一旦ナミちゃんに合わせます。で半押しをするとこっからはトラッキングできるんですよ。なのでナミちゃん動いてみて、はいっていう感じで動けるので、特定のところに合わせた瞬間、もしその被写体が動いたとしてもそれを追従トラッキングできるようになります。なのでこれは野鳥とかで使えるんじゃないかな。ここでねナミちゃんがいるなと、被写体でいるなおるなと思ってバチンと狙って、それでナミちゃんがなんかめちゃめちゃ動き出したみたいな感じになったとしても追いかけることができる、スポーツ撮影とかでも使えそうですよねっていうのが、フォーカスエリアのね設定という風になります。このようにですね僕はね、いろんなフォーカスエリアとか、フォーカスモードっていうのをね、いろいろと使い分けたりしております。めちゃめちゃ使い方によってねいろんな撮影ができますので、是非ね皆さんもこれは絶対覚えておいてもらえたらと思います。はい、それではですね、じゃあ実際にここから写真の撮影時の AF の設定について一緒にね設定をできればなというふうに思います。まずはフォーカスモード、これはねもうさっきと一緒のものですね。僕はコンティニュアスで、ハイブリッドにやるならこの AF 制御自動切り替えがいいかな。ただねコンティニュアスじゃないとスポット拡張ができないので、僕はこっちにします。トラッキング拡張か。でですね、この AFS の優先設定とか、この辺があるんですけど、これどういったことかというとですね、このフォーカス優先にするとフォーカスが合わないとシャッターが切れないんですね。レリーズ優先になるとフォーカスが合っていなかったとしても、例えばねこんな感じになってたとしてもこれでシャッターが切っちゃえるんですよ。ただですねこれが、フォーカス優先になってるとシャッター切れないんですよね。このフォーカスが合ってないから。でも合うとすぐに切れるみたいな感じになるんで、これはねもう僕はバランス重視にしております。もう本当にどっちもねカメラ任せにしてるって感じですね。そして AF の被写体追従感度っていうのがあったりするんですけど、これはねちょっとね動画撮影時の方で詳しく解説しようと思います。これ結構動画の時にもね使うものになるんですね。でこの AF 補助光っていうのがあるんですけど、これはねカメラが補助光を光らせるようになっちゃうんですよね。なので僕は結構切ってます。ちょっとこれね見えない方がいい場面が多かったり、その反射が映っちゃったりする場面があるので僕は切ってます。でシャッター半押しはもうそのまま半押しでピントが合うか合わないかみたいな感じになるので使いやすいと思うので、これは入りにしておきます。でそして大事なところで言うとやっぱここですね。ここの AF 時の顔瞳優先を入りにしておかないと顔とか瞳にねこうバチッといかないので、これをね絶対に入りにしておきましょう。で、動物なのか鳥なのかで、あるいは α7C2 とか AI プロセッシングユニットっていうものが入ってるカメラではこれが鉄道とか飛行機とかもっといろんなものがね設定できるようになってるはずですね。であとはこれ右目とか、いろいろいじれるので、僕はオートにしてますが、瞳のね、例えば左向きで撮る時なら左に合わせたりとか、そういったことも一応選べるようにはなっています。で顔とか瞳枠表示も絶対にねオンにしとかないと自動的に出てこないので、これは絶対入りにしておきましょう。はい、これで出てきます。で一応ね個人顔登録とかもあったりするので、よく使う方はね是非これも使ってみてください。であとはマニュアルフォーカス時のね設定ですね。これも、ピント拡大を入りにしておかないと、このマニュアルの時にこうフォーカスがねどこにあってるかわからなくなるんですよね。なのでこれは絶対入りにしておきましょう。でピント拡大をしてあげることによって倍率とかも変更できますし、場所とかも変更できるので、これも位置とか場所とか、大きさとかも自由に変えれますので、これもぜひよかったら変えてみてください。それではですね、ここからは皆さんお待たせしました、動画撮影時のオートフォーカス設定ですね。これもねめちゃくちゃ大事なんですよ。なのでこれもねちょっと覚えていきましょう。まずですねファンクション開くともう結構ちゃうんですよ。AFC かマニュアルしかありません。なので基本はもう AFC コンティニュアスで大丈夫です。でフォーカスエリアは結構いろいろあるので、スポットを後ろにしてあげればこれがねスポットで後ろにフィントが合うし、これをね手前に持ってこれば
これでナミちゃんのところにピントがゆっくりくるという感じになっています。なので、これはねもうそのままです。で動画の場合にすごく大事なのがここになってきます。 AF トランジション速度と乗り移り感度になってくるんですけれども、ここがねめちゃくちゃ大事なんですよ。これねちゃんと皆さん理解していきましょう。まずですね、このトランジション速度がめちゃくちゃ速い場合、この場合っていうのは例えばこれレッグ回った状態で今被写体が今奥になってますね。これが手前に来た時に、ここに来た時にサクッとビューンっていう風に合う、これがフォーカスのトランジション速度なんですね。ナミちゃんの後ろのあっちからナミちゃんまでってめっちゃ距離あるじゃないですか。ここのこのフォーカスの距離の感じを一瞬で埋めるっていうのが高速の AF になるんですよ。なのでこれが低速であればあるほどよりっていう風にフォーカスが合ってきます。今これね後ろにフォーカスが合ってます。ここからねナミちゃんに合わせます。ここに来ました。でこれが今フォーカストランジションされてます。はい、わかる？ゆっくりナミちゃんの方にありましたねっていうのが、トランジション速度になります。なので物理的にフォーカスの位置をどれだけ早く変えるかっていうのがトランジション速度です。これね映像ではめちゃくちゃ大事で、というのも映像ってフォーカスの速さまでが演出になるので、やっぱりねこれ2つ見比べるとグニャングニャンっていう風になってるのかゆっくりと合ってるのかっていうのが全然違うので、これはね絶対に覚えておきましょう。でそしてですね次乗り移り感度、これもね非常に大事になってくるんですけど、例えばこれが敏感だった場合ですね。例えば今ナミちゃんにピントが合ってるんですが、ナミちゃんの前に何かが出た時、これでこうなった時にすぐにピントが持っていかれるんですよ。これはどういうことかというと、被写体の浮気みたいな感じですね。ナミちゃんに今ピント合ってるやん。でもこれがなんか出てきたらそっち行こうみたいな感じで行っちゃうっていうのが乗り移り感度です。わかる？めっちゃわかりやすいんじゃない？そうだからこの浮気を制御していくのがここなのよ。だからこれが1とかになるとナミちゃんの前にもう一回出たとしても、これが出たとしても行かないんですよ。ちょっともうちょいしてかな。行かないんですよ。で下ろしてみて。ナミちゃんのままっていうね。でもこれは実際行ってないわけじゃなくてめっちゃゆっくり判断してるんですね。なのでこの乗り移り感度が要は粘る状態にしてあげると、まずでほんなら次ペットボトルがある状態のここからじゃあそれを落として、わかる？ナミちゃんに行くはずなのに行っていいんかな、行くっていう感じになるんですよね。なのでいいんかないいんかなほんまにええんかなっていう感じで粘っていくっていうのが移り感度ですよね。なのでナミちゃんだけを取る、何にも邪魔されたくないんだったら乗り移り感度はもう本当に低くしてあげたらいい。で何かワークとしてトランジションを関係なくもうパッパッパって合わせたい時は、例えばこのトランジション速度を速くしてあげればバチンバチンバチンっていう風に合っていくので、本当に使い分けですね。でこれ1個注意点としてはですね、フレームレートですね。ここが60フレームになった時がちょっと問題なんですよ。というのもこれですね今こうなっていて、じゃあナミちゃんの後ろからピントが来ると、でこっからレッグをしてナミちゃんに向かってくるという感じになった時にですね、これぐらいの速さの方が結果的にスロー再生になってるのでトランジションの速度もスローになるわけですよ。なので基本的に普段よりも2分の1とか、3分の1とかにしてあげた方がそのアクション自体がスローになるので、これは結構一目瞭然で変わってきますので、スローにするときはトランジション速度を遅くすると本当に来ないから、ここはね注意点もあります。なのでスローで撮るときはトランジション速度は意外と速くていいみたいな感じになったりします。でそしてですね基本的に他の部分はほぼ一緒です。設定はね、AF とかフォーカスエリア、瞳 AF とかは基本一緒なので、ここはね写真と同様にしてください。で、ピント補助が結構変わってきます。動画の場合フォーカスマップっていうものをね使えたりするんですが、こんな感じですね。ピントが合ってるところだけその色が出るんですよ。なのでこっちに合わせればあっちが合うんですね。フォルスカラーみたいなね感じでフォーカスをね疑似的に視覚的に見ることができるみたいな感じですね。であとねこのピーキングら辺もすごく便利なんですね。これピーキング表示を入りにしてあげておくと、ピントが合ってるところが赤くなるんですよ。これ後ろにタッチをすると後ろが赤くなってるんですね。この赤いところがピントが合ってるというところになるので、すごく判断がしやすいです。っていうのもやっぱりマニュアルフォーカスにした時に前から後ろにピントを送りたい時にこういう風に合いやすいんですよね。ここで合ってると、でまた前に戻すとこういう風に前に帰ってくるみたいな感じになっています。でちなみにですねソニーのカメラでタッチがね効くカメラ絶対覚えておいてほしいんですけど、このメニューの中からここのセットアップのこの5番のタッチ操作、これね絶対やってください。これめちゃめちゃ便利なんで、こうタッチフォーカス無効タッチトラッキングってあるんですけど、これねタッチトラッキングめちゃくちゃ便利なんですよね。これどういうことかというと、ここにこんな感じでねタッチのこれできるんですよ。トラッキングとかオフにできるし
こうタッチフォーカスオンにできるし、でさらにこれでトラッキングですね。これどういうことかというと、オフの場合は何をしても変わらない。でオンにした時に後ろにじゃあ合わせたいってなったら後ろにねフォーカスを持っていけるし、手前に持っていきたいと思ったら手前にね持ってくる。でこれねトランジション速度を今ゆっくりめにしてるのでゆっくりやると。んでさらにトラッキングにすると、ナミちゃんにじゃあタッチしました。じゃあナミちゃんちょっと後ろ向いてあっち行ってくれへん？はい、こんな感じで後ろ向きのナミちゃんにも合うんですよ。でまた手前に帰ってきて、はいってするとこんな感じで合うんですね。はい、っていう風にできるので、これめちゃくちゃ便利なんでね、ぜひ覚えておいてください。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回はねソニーのカメラの、オートフォーカスについてご紹介をねさせていただきました。ナミちゃんもね多分説明ね眩しい中見てくれてたんですけど中身見れてないんでまだねあんまり理解はねできないと思うんですけど、よかったらこれ後で見てください。はい、見ます。っていう感じでね、今回ソニーのカメラでやりましたが、ソニーのカメラじゃなくても正直通ずるところいっぱいあると思うので、ぜひねお手持ちのカメラでやってみてください。でもしリクエストあれば、そのメーカーのねオートフォーカスもまたね僕勉強しますので、リクエストあったらねこのメーカーもやってほしいとかあれば、ちょっといつできるかわからないんですけどやろうと思いますので、よかったらねそれもあればコメントでねいただければなというふうに思います。今回の動画マジで僕らもねやってて、こんな機能あったんやみたいな、やっぱりカメラってね買い替える前にポテンシャルもっと引き出してから理解してから、良さを知った上で足らんなってなったら買い替えたらいいかなというふうに思うので、自分の持ってるカメラでもすごくね最大限のパフォーマンスを引き出すために、そのね一つのきっかけに、ね、なれるような動画かなと思いますので、ソニーのカメラを使ってる方、ソニーのカメラを買う予定がある方も、ぜひね理解するようにぜひいいねボタンで保存しておいてもらえたらなというふうに思っております。ということでナミちゃんも今日は暑い中お疲れ様でした。こちらこそです。ありがとうございました。はい。というわけでこの動画がいいなと役に立ったなというふうに思ってくださった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。